板チョコで簡単に作れる濃厚ブラウニーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は板チョコで簡単に作れる濃厚ブラウニーを作りたいと思います。ブラウニーは薄力粉とベーキングパウダーを使ったりするんですけれども、今回あえてベーキングパウダーを使わずに作ります。そうするととても濃厚でしっとりな仕上がりになります。そして今回は板チョコを使って作るのでお手軽に作れるかなと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。板チョコ、薄力粉、卵、バター、牛乳、ココアパウダー、くるみ、レーズンです。今回はね、板チョコで簡単にお手軽に作れるレシピになってます。大人っぽい味にしたい時はブランデーやラム酒を入れても美味しいので、ぜひそちらをね、お好みでやってみてください。はい、そして今回はこちらの15センチ15センチの正方形の型を使っていきます。もしこういう型がなければ耐熱のものでしたら大丈夫ですので、そこにこんな感じでオーブンシートを切って切れ込みをこのようにね4箇所入れます。これをはめ込みましょう。はい、私が今回使ってるのは繰り返し使えるオーブンシートで、紙のクッキングシートでも大丈夫です。これはね何回も使えるのですごくおすすめです。はい、ということで早速作っていきたいと思います。それでは薄力粉とココアパウダーをあらかじめふるっておきましょう。ふるいに薄力粉とあとココアパウダーですね。はい、でこれをふるっておきます。でこうしておくといい具合にね2つの粉が混ざり合うので、最初にこうやってふるって混ぜておきましょう。はい、これで OK です。それではボウルに卵を割り入れます。はい、そして卵をよく溶きほぐしましょう。はい、このようにしっかりと混ぜておきましょう。板チョコを細かく刻んでいきます。包丁でやるのが面倒な時は手でパキパキっと細かく砕いても OK です。はい、それでは細かく砕いていきます。はい、このぐらい細かく砕きましょう。できるだけ細かく砕いた方がチョコレートが溶けやすくなるので、後がね楽ちんです。はい、それではバターも溶かすので、バターも少し細かくしておきましょう。バターもこのように細かくしておきます。はい、それでは耐熱のボウルにチョコレート入れます。そしてここにバターも一緒に入れましょう。それではこちらをラップをせずにこのまま600ワットの電子レンジで1分加熱します。はい、加熱し終わりました。バターがねだいぶ溶けています。そうしましたらこれをよく混ぜてチョコレートを溶かしましょう。でこの時に思いっきり混ぜずにゆっくり混ぜて、空気を含ませないようにこうゆっくりと混ぜていきましょう。でまだちょっとつぶつぶが残って溶けきらない時は追加で10秒ほど加熱します。はい、取り出してまた混ぜましょう。チョコレートが滑らかになるまできちんと混ぜるようにしてください。はい、このようにしっかりと混ざれば OK です。それではここにあらかじめ溶きほぐしておいた卵をまず半分加えます。そして混ぜましょう。トロトロっとした感じになってきます。で全部混ざったら残りの卵も加えます。これでまた混ぜましょう。次に牛乳を加えます。そして混ぜます。はい、このように混ざりました。でそうしましたら先ほどふるっておいた薄力粉とココアパウダーを加えましょう。ふるっておいたのでそのまま入れちゃって OK です。でこの時ね最初思いっきり混ぜてしまうと粉が飛び散ったりするので、ゆっくり混ぜていきます。はい、このように粉っぽさがなくなるまでしっかりと混ぜてください。それではこの中にくるみとレーズンを加えます。この時トッピング用に3分の1ほど残しておきましょう。で中に入れるくるみは適当にねこう砕いて入れます。でこのぐらい残しておきます。そしてレーズンもね入れます。
レーズンもねこうやって塊になってる時があるので、こう離して入れましょう。はい、レーズンも3分の1ほど残しておきます。これを混ぜます。この時のくるみの量とかはお好みで、もっとたっぷり入れたい方は分量を増やしてください。はい、これでブラウニーの生地の完成です。そうしましたら、先ほどあらかじめ用意しておいた型の中に流し込みます。それでは用意しておいた型に流し込みます。入れたら少し慣らしましょう。それではこちらトッピングで残しておいたくるみとレーズンをトッピングします。もうこれは感覚で OK です。パラパラっとね。はい、でくるみも入れます。はい、このように上にトッピングしましょう。あとはこちらを180度に予熱したオーブンで20分焼きます。はい、いい感じに焼き上がりました。そうしましたらこのまま粗熱を取ってラップをして1日置きましょう。そうするとしっとりとした仕上がりになります。はい、ということで完成しました。それではこちらを取り出します。よいしょ。はい、このように綺麗に焼き上がりました。それではオーブンシートから取って早速ブラウニーを切っていきます。でブラウニーを切るときはこうお湯をかけてナイフを温めてください。そしてきちんと水分を取って切るようにしてください。そうすると綺麗に切れます。四角く切っていきます。まず半分に切ります。はい、切り口はこのように綺麗にスパッと切れました。ではこれをまた半分に切ります。切りやすい切り方としては、最初くるみのところをちょっとギコギコして切ってあげて、で生地のところに到達したら押し切りして一気に切るとね、スパッとこんな感じでね綺麗に切ることができます。こちらも半分に切ります。で押し切りします。はい、このように最初細かくナイフを動かして生地に到達したら一気にねこうやってギュッと押し切りすると、こんな感じでねナッツも崩れずに綺麗に切ることができます。はい、これで完成です。こんな感じに仕上がってます。このようにくるみとレーズンがぎっしり詰まった濃厚ブラウニーの完成です。はい、それでは簡単な小分けラッピングの方法をご紹介します。まずですね、こちらワックスペーパーです。これをまず半分に折ります。はい、一度開いて、で真ん中に向けて折ります。でこちら側も真ん中に向けて折ります。ここにブラウニーを2つ置きましょう。両端をキュッと立てます。そしたらこっちの端をキュッと絞ります。でキャンディーみたくしましょう。でこっち側も同じように絞ります。キュッと絞ります。はい、このようになりました。この2つが入るぐらいの大きさの透明のギフトバッグを用意して、これをしまいましょう。はい、こんな感じです。端っこに寄せて、でこれをクッと幅を合わせて折って、ここをセロハンテープで留めます。でこちら側の口ですね。口はこうやって折ってくるくるっと折って、こちら側もセロハンテープで留めます。そうしましたらこちら100円ショップに売ってるお弁当用のピックです。これに、シールを貼って、これをここの上のところにねペトッと、はい、このように貼るといい感じに仕上がります。これで簡単ラッピングの完成です。はい、ということで完成しました。こんな感じに仕上がってます。すごくねくるみとレーズンがぎっしり詰まってますね。それではいただきます。くるみとレーズンがぎっしり入ってて、かつすごく濃厚で美味しいですね。今回くるみ結構入れたのでかなりザクザクっとしてて、中がすごくしっとり濃厚に仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の濃厚ブラウニーのポイントなんですけれども、まずベーキングパウダーを使わずに作るところがポイントです。ベーキングパウダーっていうのは膨らませるために使うんですけれども、今回濃厚しっとりでちょっとずっしりとした食感に仕上げるために、あえて今回はベーキングパウダーを抜きました。そうすると生地がギュッと締まってとても濃厚で、チョコレートがギュッとした美味しいブラウニーに仕上がります。そして今回は甘さは板チョコだけの甘さにしてあります。チョコレートとあとレーズンの甘みだけなので結構
すっきりとした甘さになってます。お子様が召し上がるときはミルクチョコレートか、もしくはお砂糖を加えるとちょうどいいかなと思います。あとはですね、もう混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。そして切る時のポイントです。切る時のポイントは2つあります。まずナイフを温めることです。ナイフを温めることで切りやすくなるのと、あと切り口も綺麗になります。切り方の切りやすさは様々あるかなと思うんですけれども、今回私がやったやり方は上にナッツが結構乗っているので、ナッツの部分は小刻みにナイフを入れて、生地のところまで到達したら一気にこうギュッと下に押し切りすると綺麗に切ることができます。ぜひこちらも試してみてください。そして切るときは手を切らないように十分注意して切るようにしてください。最後にご紹介した小分けのラッピング方法もとても簡単にできます。今回私がラッピングに使ったものも全部100円ショップで揃えられるものになります。小分けでプレゼントでお渡しするときはぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、ということで今回のブラウニー混ぜて焼くだけでとても簡単に作れます。ぜひ作ってみてください。はい。ということで今日は板チョコで簡単に作れる濃厚ブラウニーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしています。ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。